こんにちは、ゆうかです。今私は鹿児島県に来てます。今日の朝、サンフラワー薩摩に乗って大阪から志布志港まで来たんですけど、さっき桜島に行ってて、今日はこれからホテルに泊まろうと思います。今から行くところはアクアガーデン福丸というところで、桜島フェリーターミナルからも近くてお値段もお手軽ということで、今日は宿も紹介してみたいと思います。それでは早速チェックインしてきます。今日泊まるのは桜島フェリーターミナルから徒歩7分のこちらのホテル。今回は楽天トラベルから予約を取ったんですが、お値段は素泊まり1泊4750円でした。 JR 鹿児島駅や繁華街で有名な天文館まで徒歩10分くらいで行けて、立地はとってもいいんですが、この辺りの相場は安くて7000円くらいなので、それに比べるとだいぶお手軽なんですよね。どんなホテルか気になって顔がホテル。とっとこ歩いていきます。ホテル福丸に到着しました。派手さはないけど落ち着いている雰囲気でいい感じ。早速チェックインをしていきたいと思います。チェックインです。無事にチェックインができました。エントランスにはひな人形が飾ってあって、1泊4000円台のホテルとは思えないくらい装飾に気合が入っております。エレベーターで今日のお部屋501に向かっていきます。建物は築年数が経っていそうな感じはしたんですが、清掃も行き届いていて、古いというよりはレトロって感じでしたね。じゃーん、こちらが今日お世話になる和室スペース付きシングル。一言よろしいでしょうか。最高すぎません？いや、まだ油断はできません。とりあえず寝心地チェック入ります。ぼっちの心も温まる羽毛布団のぬくもり。これはグッドボタンですね。旅の疲れもあってか、一瞬目を閉じただけで爆睡しかけました。頑張って起きてお部屋の紹介をしていきたいと思います。お部屋の入り口は全身鏡。なんとなく謎のポーズをとってみました。これは最初荷物置きかなと思ったんですが、靴べらがあるからベンチなのかな。わかる方いたら教えてください。あとはハンガーと洋服ブラシと消臭スプレー。室内用のスリッパも置いてありました。一応履き心地チェックもしてみます。学校の来客用のスリッパみたいな感じ。続いてはバスルームを物色していきます。中はこんな感じでユニットバスになっているんですが、古さは全然感じなくて清潔で使いやすそうです。リンスインシャンプーとボディーソープもありますね。その他のアメニティも洗面台に置いてあって、フロントまで取りに行かなくていいのもありがたいポイントです。さっきゴロンしたベッド、サイズ感はだいたいこんな感じで、とっても広々しています。ベッドの上にはハンドタオルやバスタオル、浴衣まで用意されていて、本当に至れり尽くせりでした。これで1泊4000円。後からぼっち税とか取られないか心配になってきました。ベッド脇のサイドテーブルはこんな感じで、ランプや内線電話、目覚まし時計も置いてあります。棚の下にはスタンド鏡とドライヤーもしっかり用意されていました。そしてこちらが一番の目玉ポイント、3畳の和室スペースです。普通のビジネスホテルとかだと畳でまったりするなんてできないと思うので、これはめっちゃ嬉しいですね。お茶でも飲みながらプ
プチ旅館気分を味わえそうです。気になる窓からの眺めもチェックしてみましょう。明るい時間だと桜島も見ることができるそうです。桜島フェリーターミナル。無事にお部屋の紹介もできたので、この後はお待ちかねの夜ご飯タイムにしたいと思います。じゃーん、カップラーメン二刀流。今回の鹿児島旅は特にフェリーで予算を使いすぎてしまったので、節約飯で行きます。本当はね、山形屋食堂っていうお店の焼きそばとか黒豚しゃぶしゃぶとかも食べたかったんですけどね、予算が残り1000円しかないので、今日はカップ麺で済ましちゃおうと思います。たまに旅行費誰かに出してもらってるんですかとかコメントをもらうんですが、そんなことは一切なくて、毎回全額自腹でやりくりをしています。せっかくなので今日は動画の裏側とか私生活について少しお話ししてみようかな。その前にカップ麺いただきます。私が一人旅に行く時の流れは、まずは目的地を決めることから始まります。コメントでリクエストがあった場所とか乗ってみたい乗り物をメモしているので、そこからどこに行くか決めて1ヶ月前には予約をしておくっていう感じです。毎回予算はしっかり決めていて、それに収まらなかったら普段の食費とか生活費で調整してます。予算を守らないとね、旅行から帰った時にふと現実に襲われて、せっかくの楽しい思い出が台無しになるので、そんなことにならないようにしっかり気をつけています。でも幸いなことに、動画以外で外に出かけるとかブランド物が欲しいとかが全然なくて、これといった趣味もないし、遊べる友達も少ないので、 YouTube に全力投球できるっていう意味では陰キャでラッキーだったかもしれないですね。昔は友達が少ないこととか家に引きこもりがちなことがコンプレックスだったんですけど、今はいろんな動画を撮りに外に出られているし、視聴者の皆さんと会話もできているので、だいぶマシな生活になりましたね。YouTube やってなかったら家でクレシン見るだけの生活してたと思います。あっという間にカップ麺2個完食。ごちそうさまでした。予算が残ってたらビールも行きたかったですね。あ、そうだ。せっかくなのでホテルの浴衣に着替えてみようかな。じゃーん。青っぽい浴衣でめっちゃ可愛い。普通に旅館に来たみたいでテンション上がります。この後は6階にある大浴場でゆっくり癒されてこようと思います。めっちゃ楽しみ。6階の大浴場にやってきました。17時から23時まで利用できて、朝風呂はやってないみたいです。それじゃあ行ってきます。大浴場から帰ってきました。いや、これには深い事情がありましてですね。大浴場からお部屋までの道がわからなくて Google マップを使ったんですよ。そしたらなぜかローソンを経由してて、鹿児島のローソンで鹿児島えませんでした。それでは鹿児島でもビールの誘惑に乾杯。
ナイスなお味でございます。大浴場はこんな感じでとっても広々してて、私以外は誰もいなくて最高でした。男性の方には展望浴場があって、お天気が良ければ錦江湾と桜島も見られるそうです。これで4000円台は本当にコスパいいですよね。皆さんも鹿児島に来られる際はぜひホテル福丸泊まってみてください。ちなみに館内には Wi-Fi も完備されていて、速度テストの結果はこんな感じでした。動画とかは厳しい速度ですね。でも残念な点はこのくらいかな。携帯の電波はいいので全然我慢できます。今の時間は23時ちょうど。明日は6時起きの予定なので、そろそろお開きにしたいと思います。チェックアウトは11時なんですけどね、帰りの飛行機が10時出発ということで、めっちゃ朝早いんですよ。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。すっかりアラームをかけ忘れてて、今何時だかわかりません。時計を確認してみると、なぜか電池が入っていなくて、寝てる間に暴れたのかもしれません。絶対寝坊してる気がするので、急いで朝の準備をして帰り支度を始めたいと思います。昨日の晩酌の後は泥のように爆睡してたんですけど、浴衣の帯を踏んづけて転び続けるっていう悪魔を見たので、将来は帯のないカンナギを作ろうって決心しました。今日はこの後飛行機で東京まで帰る予定なんですけど、鹿児島空港も初めて利用するので早めに出発しようと思います。じゃーん、今日のお洋服はこんな感じ。いかがでしょうか。テーマは雪見大福。それでは軽くお部屋のお片付けをしていきます。短い間だったけど楽しかったよ。また泊まりに来るからね。はい、無事にチェックアウトできました。ちょっと今日はできるだけ長く寝たかったのですっぴんでごめんなさい。もう朝早かったのでメイク時間も睡眠時間に当てちゃいました。ということで今日はアクアガーデンホテル福丸に泊まってみたんですけど、値段の割にはもう本当に文句なしの全然すごくいい部屋だったなって思います。やっぱ立地もすごくいいし、これから鹿児島空港に向かうんですけど、この近くからもうバスも出てるということで楽に行けそうでよかったです。結構私泊まるとき素泊まりプランにすることが多いんですけど、やっぱり朝食べないとお腹空きますね。
今もお腹が空いてきたので、後でなんかコンビニとかで軽食買って食べようかなって思います。でもホテル自体はすごく良くて、大浴場もついていたし、部屋も結構広くてとても良かったです。ぜひ皆さんも鹿児島遊びに来た時は泊まってみてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバイ。